こんにちは。このシリーズではリバーポッドについて全部で4回に分けて解説していきます。第3回の今回は状態の使い方です。早速やっていきましょう。前回の動画までで登場人物が全員揃いました。今回まずはプロバイダーの名前から始めていきます。リバーポッドジェネレーターが自動でコードを作ってくれる前の時代は、前の時代といっても今でも普通にあり得ますけども、ファイナル XXX プロバイダーイコールみたいな感じで自分でこういう風にプロバイダーを書いていたので、これをそのまま使えばいいだけでした。しかし、リバーポッドジェネレーターが自動でプロバイダーを作ってくれるようになった今では名前を知っておかないと使いようがありませんね。ここで思い出すのがドルマークノティファイヤーです。ドルマークノティファイヤーのコードはこんな感じでしたけども、この時自由につけた名前 S1 ノティファイヤーという名前ですね。これの先頭を小文字にして、で、後ろにプロバイダーをつける。これが自動で作られたプロバイダーの名前になっています。なので、S1 ノティファイヤーから自動で作ったプロバイダーは S1 ノティファイヤープロバイダーになっています。これなんか正直わかりにくいですよね。長いし、なんか、ノティファイヤーなんだかプロバイダーなんだかみたいで、理想を言うと、理想はね、S1 プロバイダーなんですよ。だから、公式の例とかも含めて、海外の人のコードとかいろんなのを見てみると、このノティファイヤーの名前を無理やり S1 だけで終わらせて、プロバイダーの名前を S1 プロバイダーになるように調整してる人とかも多いんですけども、そうなると今度はノティファイヤーの名前が S1 だけだとなんかちょっと微妙だったりして、というわけでリバーポッドの開発現場もちょっと覗いてみると、やっぱりこれをなんとかしようっていう予定があるっぽくてですね、ドルマークノティファイヤー書くときに、この上のアットマークリバーポッド、これをこう書いて、で、ここに好きなプロバイダーの名前を決めれるようにするみたいなアイディアが進んでいるらしいです。これはこれでなんかちょっとややこしくなるかなっていう気もしますけどね。解説動画の途中なんですけども、今後の進化にももちろん注目していきたいですね。はい、すいません。話を戻します。今回は仕方なく自動で付けられたこの長い名前を使っていくので、間違わないように注意しながら見ててください。さて、今回の解説の中心はウィジェットになります。早速なんですけども、コードを書いていきましょう。MyWidget のファイルを開いてください。前回4つに分けておいた人は MyWidget1.dart から開いていきましょう。その中のビルド関数の中でこの ref と書いておいたところですね。ここで final s1 イコール ref.watch で括弧の中に S1 notifier provider と書きます。今書いたこのコードはですね、ウィジェットが持っている ref を使ってウォッチしました。何をウォッチしたかというと、このプロバイダーをっていう感じですね。思いっきり英語の構文みたいで、コードの解説っていうよりは英語の先生みたいなことを言ってる気がします。で、この次がちゃんとプログラミングっぽいところで、その結果がこの左側の S1 っていう変数に入ってきます。プロバイダーの中のデータのことですね。つまりこのウィジェットの中で S1 のデータを手に入れたので、あとはこのウィジェットの中の好きなところに使っていけばいいだけです。ここにデータを表示しますって書いてたところを消して、代わりに今手に入れた S1 を書いておくと、今回 S1 の中には0、1、2とか数字のデータを入れておいたので、それがそのまま0が表示されました。プロバイダーの中をウォッチして、それが画面に表示されたっていうことですね。では次のコードを書いていきます。ウィジェットの中に適当なボタンを作っておいてください。こんな感じですね。で、このボタンを押した時の関数の中に、final notifier イコール ref.read で、括弧の中に S1 notifier provider で、ドットで notifier。これで notifier をゲットしたことになります。今書いたこのコードもまた細かく見ていきましょう。また ref を使って、ここでも ref を使うんですね。で、read をします。read は後で解説していきますね。で、このプロバイダーの中を編集するための notifier をっていう感じのコードになっています。ノティファイヤーを使いたいときも、あくまでどのプロバイダーを編集するかっていう、プロバイダーを基準にして考えるところがポイントですね。すると今度も左側の変数にノティファイヤーをゲットできます。これでこのボタンを押したときにノティファイヤーを使えるようになりました。ただこれはノティファイヤーをここに呼んだだけなので、もちろんボタンを押しても今のままではまだ何も起こりません。前回の動画の最後にパパッと作っておいた練習用のアップデートステートっていう関数があったと思います。これを使ってみます。notifier.update と書いておけば、これでボタンを押した時にデータの変更ができるようになりました。ここまでのコードが一番大事なので、一旦ポイントとしてまとめておきます。ビルドの中で状態をウォッチ。
画面触ったらノティファイヤーをリード。イエー。画面触ったらって言ってるのは、ボタンを押した時とか、スクロールした時とか、なんかいろいろ動かした時っていうことですね。もし使い方に迷ったらここを思い出してください。では次の話題に進んでいきます。Watch, Listen, Read について。先ほどのコードでは、ウィジェットから状態を Watch しましたけども、実は Watch の他にも Listen と Read もあります。英単語をそのまま日本語にすれば、見る、聞く、読むですよね。そんで、ノティファイヤーをリードしたコードあったんですけども、ここも実は同じように、Watch, Listen, Read の3種類あります。一体何が違うんでしょうか？どうやって使い分ければいいんでしょうか？私のおすすめの考え方はですね、Watch を見るではなくて見続ける。Listen は聞くではなくて耳を澄まし続ける。Read は読むではなくて読み取るという日本語に当てはめて考えることです。特に重要なことは、Watch と Listen にだけ続けるという意味が入っていることです。ちなみに今から話していく考え方は、フラッターだけじゃなくて、いろんな言語のプログラミング全体で使える考え方なので、ぜひ覚えておいてください。プログラミングの世界での Watch っていうのは、見続ける。プログラミングの世界での Listen は、耳を澄まし続けるです。では何が続けるなのかというと、ここでもう一つだけ大事な知識がありますね。関数スコープっていう言葉を使ったら皆さん伝わりますでしょうか？もう少しだけ初心者向けの言い方に直すと、波括弧から波括弧閉じまでの間のこの空間のことを関数スコープって言います。プログラムが上から順番に流れていって、例えば A イコール1、B イコール2みたいにどんどん変数を作っていったとしても、そのスコープの一番下まで行った時点で、その人たちはもう使えなくなります。ただし、今回のように Watch と Listen は続けるという意味が入っているので、関数スコープの一番下までプログラムが流れた後でも、そのコードは生き続けます。さあ、ここでもう一回ウィジェットのコードに戻ると、ビルド関数のスコープは、ここから、ここまでですね。このビルド関数っていうのは画面が表示されるときに、この上から下までコードが流れていくようになってるんですけども、ここに書いた Watch っていうのは、画面が表示された後もずっと効果が続いています。なんでそんなことができるのかと言われても、それがリバーポッドのすごいところだからとしか私は言えません。つまり最初に状態をウォッチして画面にそれを表示した後、ウィジェットは状態を見続けているので、誰か別の人が状態を変更したとしても、ちゃんとそれに気づいて新しいデータを表示し直すようになっています。で、ここでよく比べられるのがリードですね。リードは読み取るという意味なので、最初は Watch と同じように読み取ったデータを画面に表示できるんですけども、その後続けるわけではないので、誰かが状態を変更しても、ウィジェットはそれに気づけません。試しに Watch をリードに変更してみますか。すると、さっきと同じようにちゃんと Notifier 読んでるにもかかわらず、ボタンを押しても数字が変わりませんね。これはですね、状態の方が変わっているのに、画面の方がそれに合わせて変わっていないということで、よっぽど特殊なアプリではない限り、状態管理失敗したというバグになります。わざとこうしたいアプリがもしかするとあるかもしれないので、絶対ダメというわけではないんですけどね。というわけで、ウィジェットから状態を見るときは、基本的に Watch か、まだ説明してないですけども、Listen か、Read 以外を使うことをお勧めします。こうなってくると、当然湧いてくる疑問。じゃあなんでリードあるん？そんなバグるようなもんこう置いとくなよって思っちゃうのが自然な流れかと思います。ちょっとこれの説明めんどくさいんだけど、なんか動画のタイトルに完全ガイドとかつけたバカがいるらしいので、これもちゃんと話していきますよと。まず Watch と Listen なんですが、ビルド関数、つまりレフを使うことができるこのビルド関数のスコープの中で直接使ってください。Watch と Listen はですね、スコープが終わっても何とかし続けるという特性があるんですけども、それはこのリバーポッド専用のスコープでしか使えません。例えばさっき使ってたようなボタンを押した時の関数、全体がビルド関数のスコープには収まってはいるんですけども、こういうスコープの中のスコープみたいなところだとしても、Watch とか Listen は使っちゃダメです。さすがのリバーポッドでもここまでは管理しきれないんですね。ちょっと試しにボタンを押した時の関数の中で Listen とかしてみましょう。はい、なんかめっちゃエラー出てきましたね。そこで Listen せんといてくれ、勘弁してくれっていうエラーが出ています。知らんけど。なのでこういうボタンを押した時とかは Watch, Listen ではなくて Read を使いましょう。そもそも仮にボタンを押した時に Watch 使えたとしても、ボタンが押されたから見続けるとか、そんな変なコード書く必要はないですからね、普通は。
なので基本的にビルド関数の中で状態をウォッチして、ボタンが押された時だけ一時的に知りたい情報とかがあったらリードで読み取るようにしてください。ノティファイアも同じ考え方で大丈夫です。ほとんどの場合、ノティファイアが必要になるのはボタンを押された時とか何かイベントが起こった時だけなので、リードを使って読み取るコードの方が多くなると思います。はい。というわけで、ウォッチとリードの違いはここまでで説明できたと思います。残っているのはリッスンですね。リッスンは耳を澄まし続けるなので、使っていいスコープとかはウォッチと全く同じです。状態をリッスンしているとですね、その状態が変わった時に何かの命令を出すことができるんですよ。ウォッチしてる時に状態が変わったら画面も変わるっていう、これとはまた別にですね、例えば状態が変わった時にダイアログを表示したり、スナックバーを表示したり、そういう命令のコードを使いたい時に使います。フラッターは宣言型フレームワークって言って、命令のコードはあんまり登場しないので、あんまり使うことは少ないと思います。昔からあるライブラリ、例えば Google マップとかかなは結構命令のコードで作られているところもまだ結構あるので、あれを表示しろとかこれを表示しろみたいに結構命令のコード書かないと動かないってことがあるんですね。そういう時はこのリッスンをいっぱい使うアプリも出てきます。リッスンのコードはこんな感じで、また一つずつ見ていくと、このレフを使うのはウォッチとかと一緒ですね。で、リッスンしますよと。はい。どのプロバイダーを、このプロバイダーをと書いたら、その下にオールドステートとニューステートですね。例えばデータが6から7に変わったときは、オールドステートの方は6になっていて、ニューステートの方は7になっています。公式が読んでいる名前はオールドとかニューではなくて、プレビアスとかネクストっていうのが多いんですけども、私の動画では日本人に馴染みが深いオールドとニューに統一しています。どっちのコードでもちゃんと動きます。で、この間のところになんか好きな命令を書いておいてください。今回は適当にスナックバーを表示する命令を書いておきます。では、コードを書いていきます。ちなみに、ウォッチとかリッスンとか一緒に使っても大丈夫です。このウォッチの下のところに、ref.listen の括弧を大きく広げて、で、今説明してた通りに書いていきます。で、この間の括弧のところで、スナックバーを表示する。オールドステートからニューステートへ変更されましたと出しておきましょう。動かしてみると、はい、状態を変更したときに下にスナックバーが出てくるようになりましたね。これがリッスンの使い方の例です。少し長くなっちゃいましたが、以上、ウォッチ、リッスン、リードの説明でした。何度も言うんですけども、無理やり全部アプリに使う必要は全くなくて、基本的にはビルドの中で状態をウォッチ、画面触ったらノティファイアをリードです。じゃあこのまま S2 も同じように完成させていきます。MyWidget2 を開いて、ビルドの中で、ファイナル S2 イコール ref.watch の括弧の中に S2 Notifier Provider ですね。この S2 は ABC っていう文字のリストが入ったデータなので、リストビューを使って縦に並べていきます。リストビューの使い方は今回リバーポッドとは関係ないので省略するんですけども、もし使い方わかんない人いたら別の動画もあるのでぜひご覧ください。よし、画面に表示できました。とりあえずウォッチは成功ですね。あとはボタンを押した時にノティファイアを呼びます。ボタンを作って、でその関数の中で、final notifier イコール ref.read で、括弧の中に S2 notifier provider の .notifier と。で、notifier.updateState ですね。ちゃんと動いてますね。これで S2 も完成です。この調子でどんどん S3、S4 と終わらせていきたいところなんですけども、最後にもう一つだけ知っておきたいことがあります。ということで、今回最後のテーマは Async Value です。前回の動画で一つだけ思い出してほしいことがあってですね、ドルマークノティファイアのコードを書いた後、リバーポッドジェネレーターを発動させて、自動でコードを作っていきましたよね。この時、2つに分かれていたことが、実は伏線になっていて、S1 と S2 の上の2つは普通のデータのプロバイダー。で、もう2つの S3 と S4 の方は Async Value というものが作られます。気になるこの Async Value なんですが、準備中、エラー、準備 OK と3つが合わさって作られています。コードで言うと、ローディング、エラー、データの3つですね。何がすごいかというと、みんなが使うのが苦手なかどうかわかんないですけど、フューチャーとかストリーム、特に画面に表示するときは、慣れてる人でも結構めんどくさくてですね、
フューチャー系の時はフューチャービルダーとか、ストリームの時はストリームビルダーとか、こういうウィジェットの使い方をわざわざ一つずつ覚えていかなくちゃいけなかったんですけど、リバーポッドさんはこれをまとめて Async Value っていう考え方に統一してくれます。コードで説明していきますね。まず、ウォッチするところまでは一緒です。MyWidget3 ですね。なので、final S3 イコール ref.watch で、S3 Notifier Provider ですね。で、ここに S3 のデータが今までと同じように入ってくるんですけど、今回はこれが Async Value になってます。カーソル当てると、ほら、ここに Async Value だよって出てるからすぐわかりますね。こういう時はですね、ここから final widget イコール s3.when でカッコを書いてそのカッコを広げます。一旦スライドに戻りますね。Async Value に when をつけて広げた中に loading、error、data この3つを書きます。when っていうのはなんとかな時っていう意味ですね。なのでこの中身はローディングの時、エラーの時、データの時っていう意味になります。ローディングの時はここの青い部分に準備中に表示したいウィジェットを書きます。エラーの時もここの青い部分にエラーが起こった時に表示したいウィジェットを書いてください。で、ちなみにここに E、S とかあるんですけども、E の中にはどんなエラーが起こったのかの情報が詰まっています。S の中にはどこのコードが原因でエラーになったのかがわかるような情報が入っています。この E も S も画面に表示したい時なんかに自由に使ってください。最後のデータの時は、問題なくデータが揃った時のウィジェットをこの青い部分に書いてください。D にはそのデータ本体が入っています。この3つを書いておくことで、このウィジェットっていう変数にそれぞれいい感じの見た目が自動的に表示されるようになっているので、あとはこれを画面の好きなところに置いておくだけです。実際のコードに戻りますね。今回は練習なので、どの時も全部テキストウィジェットを使って書いていきますけども、別に全然自分の好きなウィジェットを使って大丈夫ですからね。はい、この S3 のコードも動かしてみると、ちゃんと Async Value 使えてますね。じゃあここにもボタン置いときましょうか。ちなみに Notifier の使い方とかは S1、S2 の時と全然変わらないので、そこは心配しなくて大丈夫です。Notifier をリードして、アップデートステートと。はい、こうやって状態を変更できます。じゃあこのまま S4 もやっていきましょう。MyWidget4 を開いて、まずは Watch からですね。Final S4 イコール ref.watch で S4 Notifier Provider と。で、この S4 も Async Value になっているので、Final Widget イコール S4. で when でカッコを広げた中に Loading、Error、Data の3種類に分けて書いておいて、それぞれ好きなウィジェットを書いていくと。動かしてみます。はい、S4 も表示できましたね。あとはボタンを置いて、ノティファイアを呼び出せば、それ以外は特に難しいこともなく、これで S1 から S4 まで全部の状態を使いこなすことができました。これ本当にすごいですよね。S3 と S4 のフューチャーとストリームって本当は全然違うものなのに、ウィジェットの中のコードだけ見ると、ほとんど同じように書けるっていう。これを使いたいためだけにリバーポッドを頑張って覚えるっていうのもありかなって思えるぐらいです。この Async Value が状態になっている時も、Notifier で変更するときに、例えば Async Value.loading とかで書くと、強制的に準備中のぐるぐるの状態に変更できますし、Async Value.error っていう風に書くと、エラーにできたりします。前回の私のコードを見てくれた方は、Notifier の中に Async Value っていうのを使ってたんで、もう気づいてた人もいると思います。いやー、やっと一通り全部使えるところまで説明が終わりました。今回だけいっぱい喋ったような気がするんで、今回だけ動画の尺が長くなってないか心配です。見ている皆さんもお疲れ様でした。それでは今日は結構新しい知識が多く出てきたと思うので、最後にさらっとおさらいだけしていきましょう。まず何度もしつこく言っているビルド関数の中で状態をウォッチですね。で、ボタンを押した時に Notifier をリード。状態を変更するコードはアプリに合わせてそれぞれ自分で作っておいてください。状態が変わった時に命令のコードを書きたい時は Listen を使いましょう。ウォッチと Listen を使う時はスコープに気をつけてください。ウィジェットからビルド関数の中で状態をリードするのは表示がずれるバグにつながってしまうので、できるだけウォッチを優先して使うようにしましょう。このウォッチしたデータが Async Value だったときは、落ち着いて、ローディング、エラー、データの3つに分けてウィジェットを表示するというところでした。ここまで分かれば、リバーポッドの基本はバッチリです。
私の動画で説明してなかった部分、省略した部分がわからない方いると思いますけども、結構ですね、リバーポッドと関係ないところでつまずく方も多いかなと思うので、どこが難しく感じたか、どんどんコメントなんかで教えてください。また別の動画を作る時の参考なんかにさせていただきます。次回はリバーポッド最終回ということで、ちょっと難しい応用編をやっていくつもりなんですけども、それを見なくても大体のアプリはもう作れると思います。早速皆さんの方でもコードを書いて練習していってみましょう。今回はここまでです。続きを見たい方はこのまま次の動画へお進みください。それではご視聴ありがとうございました。